皆さんこんにちは、しょうこです。今回はスペシャルゲストをお迎えしています。九博の染色の学芸員、ゆずこさんです。ゆずこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はゆずこさんと一緒に蚕の繭から糸紡ぎに挑戦したいと思います。はい、糸紡ぎというと難しそうに聞こえますけれども、意外とシンプルで簡単なんですよ。おうち時間や夏休みの宿題にぴったりですので、ぜひお試しくださいね。今回は蚕の大好物桑の葉を背景にお送りします。桑畑です。青々しいですね。おうちで九博。今回使うものがこちらです。こちらの繭を使って生み出したものがこちらの絹になります。絹はとても艶があって綺麗ですね。綺麗ですね。この艶がシルクの特徴の一つでもあるんですよ。実はこれを生み出しているこの蚕、虫なんですよ。虫ですか？そうなんです、虫なんです。どんな虫ですか？蛾の一種なんですけれども、こういった繭を作って糸を作ることができることから古くから人間に飼育されていて、家畜のように扱われていた、虫なんですね。家の蚕と書いて花蚕と読みます。花蚕ですか、虫が家畜になるなんてびっくりです。驚きですね。それではゆずこさん、こちらの蚕から生み出された絹ですが、いつ頃から使われているんですか？実は中国原産なんですね。紀元前5000年ぐらいの遺跡からこの、蚕の幼虫が描かれた土器が出土しております。その頃はもしかしたら食用かもしれないんですけれども食用ですか？今はこのようにですね、シルクの、素材として使われているわけですね。日本でも古くから使われていたんですよ。紀元前2世紀頃の、吉野ヶ里遺跡、弥生時代の遺跡ですねから、シルクの織物が出土しています。その時代から織物があったんですね。すごく昔から使われているということで、今回は糸紡ぎを紹介することになるんですけれども、糸を紡ぐってどういうことなんですかね？紡ぐというのはもじゃもじゃのものをこのもじゃもじゃからよりをかけて糸にするという行為のことを紡ぐというんですね。このもじゃもじゃには、身近なものであれば羊毛であったりとか木綿といったものがありますけれども、実はこのシルクももじゃもじゃにすることができるんですよ。シルク、これがもじゃもじゃになるんですか？もじゃもじゃになるんです。どんな形になるんですかね、もじゃもじゃっていうのは？もうふわふわのもじゃもじゃになるんですよ。ふわふわですか？ふわふわです。あら、本当に楽しみですね。じゃあ今回はこちらの繭をもじゃもじゃにするところからご紹介していきます。それでは糸紡ぎに使用する材料と道具です。蚕の繭5つ、100均で販売されている洗顔用のものやネットや一部のホームセンターでも購入できますよ。さなぎが入っているものと入っていないものありますけれども、今回はさなぎが入ったものを使用します。お鍋1つ、ボウル1つ。ボウルと鍋には繭を入れますので、抵抗がない方は普段使いのものを、そうでない方は別途新しくご用意くださいね。重曹大さじ1、割り箸1膳、使い捨てのもので結構です。丸箸1本、こちらも使い捨てのもので結構です。防水車1つ、こちらは後ほど作り方をご紹介しますね。それでは早速作業に移りましょう。繭を煮る準備をします。ここに沸騰したお湯があります。こちらに重曹を入れます。重曹大さじ1。泡が出てきましたね。シュワシュワ言ってます。では次は繭を入れます。繭5つ。このまま1時間ほど煮ます。ちょっと浮いちゃってますね。そうですね。ちょっと混ぜておきましょうかね。水が少なくなったら適宜水を足しながら煮てください。ただいまお鍋に重曹を入れました。ゆずこさん、重曹ってどんな役割をするんですか？
この蚕の繭ですけれども、フィブロインというタンパク質をですね、セリシンというのり状のタンパク質がコーティングする糸が、合わさることでできているんですね。ただいまこちらにですね、はい、1本の絹糸の断面図をですねちょっと載せているんですけれども、はい、フィブロインは1本の糸の中に2本通ってるんですね。そうなんです。蚕のお腹の中にはそのフィブロインを産出する器官が2箇所ありまして、それがこう口のところでセリシンと合わさって1本の糸になって出てくるんですね。蚕の口元で1本になるということなんですね。はい。へー。重曹を入れるのは非常に重要なんですよ。そうなんですね。はい、重曹って昔はどういったもので代用というか使われていたんですか？はい、昔はですね、藁を燃やした灰なんかを水に浸したアクというものを使ったりしていたんですよ。それは現代では重曹になるということなんですね。はい、その重曹を入れるとこのようにセリシンが溶け出して中のフィブロインを取り出すことができるんですね。1時間煮たものがこちらです。はい、眉の形がずいぶん崩れていますね。これを水を張ったボウルに取り出します。ずいぶんぐずぐずになりましたね。ぐずぐずになりましたね。セリシンが溶け出して、この絹糸が出てきたんですね。これも重曹のおかげということですね。そうですね。重曹がない場合は長く煮れば、車検、煮る繭と書いて車検と言いますけれども、長く煮ればですね、同じように崩れますが、かなり時間がかかります。はい、乾いた繭だと特に時間がかかりますので、重曹を入れるのはお手軽かなと思いますよ。なるほど。はい、ではこれから、繭からさなぎを取り出していきますね。このように、中にさなぎが入っています。この蚕の幼虫がですね、この繭の中でさなぎになるんですよね。こうして中に入っているさなぎを取り出します。ゆずこさん素手でいきましたね。はい、この繭に含まれているですね、さっきセリシンを取り出すと言いましたけれども、このセリシンはとっても、実はお肌にいいらしいんですよ。あ、そうなんですか。はい、私も養蚕のところでこの間ですね、はい、このセリシンから抽出した化粧品っていうのをちょっと試してみたんですけど、個人の感想ではありますが、とてもツルツルになりました。私も使ってみたいです。さなぎすごいですね。そうですね。この虫から取り出されたものではありますが、やっぱりこうやって虫の命をいただいて我々このように美しいシルクを使わせていただいているんだなと実感するひとときでもありますよね。そうですね。さなぎは繭一つにつき一つですよね。そうですね。はい、幼虫がですね、まぶしと呼ばれるこの四角い小さい小部屋みたいなのがあるんですけれども、そこにですね、そろそろさなぎになりたいなと思ったらですね、入っていって、それぞれこの糸を吐き出して繭を作っていくんですよ。すごいですね。この偶然ですね、2人で1つの繭を作ってしまうこともあって、そういったものは玉繭といって、普通のですね、絹糸を取る時はすごく嫌がられるそうなんですが、この間真綿を作っているところの方に聞きますと、真綿を作るにはこの玉繭というのが一気に真綿が取れてラッキーな玉だと言ってました。そうなんですか。2人でね一つの繭を作ってしまうなんて仲良しなね蚕もいるんですね。ではさなぎを取り出しましたら、このように水の中で、繭をほぐしていきますよ。すごく伸びてきましたね。そうですね。かなり今力を入れて伸ばしております。ここでしっかりほぐしておくと、後で糸を紡ぐ時がとっても楽になりますので、なるべく丁寧にとろけるような感触になるまで伸ばしていってくださいね。これは水の中でというのがポイントですか？そうですね。外でやるよりも水の中で広げていった方がやりやすいです。すごくいろいろな方向に引っ張っていますね。そうです。はい、この塊状のところがなるべくなくなるように薄く薄く伸ばしていってくださいね。でもちぎれたりしそうですね。意外と丈夫なんですよ。でも確かにちぎれそうでちぎれない。そうなんです。
シルクはですね、この繭玉実は 1.5km ぐらいの糸から作られてまして、はい、このとっても長い繊維、長繊維というのが特徴の一つでもあるんですけれども、はい、このそれだけ長い糸がですね、1本の糸がこう繭を作ってますので、すごく丈夫なんですよね。1.5 キロですか。はい、ちょっと私疲れてまいりました。結構力いっぱいされてますもんね。もうこれぐらいでいいですかね。はい、ではちょっと取り出して、水分を水気を切っていきますよ。はい、わ、たっぷりですね。たっぷりですね。このように絞っていただいて、でキッチンペーパーか何かで、水気をしっかり取っていきましょう。すごい、もう布みたいですね。そうですね。こう面的に広がって、さてこのように水分をしっかり取ります。ドライヤーなんかで乾かすと5分ぐらいで乾きますし、涼しいところに置いていただくと、すぐに薄いものですので乾くかなと思います。しっかり乾かして次の工程に移っていきましょう。はい、乾いたものがこちらです。これをさらにほぐしていきますよ。はい、じゃあこれをほぐしていきますよ。はい、しょうこさんも半分どうですか？いいんですか？どうぞどうぞ。ちょっとちぎりますね。はい。わあ、長いから大変だ。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうやってほぐしたらいいんですか？もうこのようにこう固まっているところですね、こうふわふわっとなるように引き伸ばしていきますよ。本当だ、ふわふわ。ふわふわですね。すごい気持ちいいですね。これが真の綿と書いて真綿と呼ぶ絹の綿のこと、綿ですね。これが本当の綿なんですね。そうですよ。糸を紡ぐにはこのような防水車を使います。防水車って何ですか？糸を紡ぐ車と書きまして、このような、車輪のようにドーナツ状になっているものなんですね。この真ん中に開いている穴にこのように棒を通しまして、コマのようにこう回転をさせます。この回転力で糸によりをかけるんですね。上手に回さないといけませんね。本当ですね。この防水車はしょうこさんが作られたんですよね。はい、市販のオーブン粘土で作りました。これは形を作ってから乾燥させた後、家庭用のオーブンで焼くと固まる粘土です。直径4センチから5センチ、厚さ1センチほどの円盤状で、中央に丸箸で穴を開けています。オーブン粘土というのはどこで買えるんですか？はい、ホームセンターで販売していることが多いですね。もしお近くの店舗になければネットでもお買い求めいただけます。色も数種類あるんですけれども、お好きなものをお使いいただければと思います。いいですね。はい。防水車はある程度重さがあると回しやすいので、オーブン粘土はちょうどいいですね。はい、皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それではこちらの完成した防水車を使っての、糸紡ぎの準備をしていきます。はい。お家で9泊。では防水車を組み立てていきましょう。はい。この短く切ったお箸をこの防水車に刺します。割り箸は短い方がいいんですか？そうですね。短い方が回すときにですね、糸を絡め取りやすいので、この短く切っておいた方がやりやすいかなと思います。なるほど。そして回している間にこの防水車が落ちてしまうことがありますので、これを落ちないようにここにテープか何かで、留めておくと後が作業がしやすいかなと思います。これは大事な作業ですね。そうですね。あれ、マスキングテープかわいいですね。よくぞお気づきになられました。あら、こちらは九白所蔵のサラサの模様を使ったオリジナルマスキングテープなんですね。へえ、素敵です。私も使いたいです。素敵ですね。オンラインショップでもご購入いただけます。防水車の準備ができたので、次は綿の準備に移ります。はい、しっかりほぐしておきましょうね。ほぐしましたらこのようにふわふわになります。ふわふわですね、本当に。ふわふわですね。はい。ほぐせましたら、だいたいお箸1本分の長さぐらいに、引き伸ばします。ああ、よく伸びますね。伸びますね。ほぐした成果ですね。はい。それでは次はこの伸ばした先端を足に当てて、最初にちょっとだけよりをかけておくんですね。足で。はい、足でかけますよ。はい、ゆずこさん、今日はジーンズですね。はい、ジーンズは、
綾織という織り方で織られているので凹凸があって摩擦力が強いんですね。ジーンズに限らず摩擦力が強いものであれば何でもいいんですが、ジーンズがお手軽かなと思いますよ。なるほど。では皆さん、糸をよるときはジーンズで。そしたら次はですね、このよりをかけたところに水分を含ませますね。はい。なんで湿らせるんですか？これをつけるとですね、先ほどかけたよりが戻りにくくなるという性質があります。水分を含ませるとより止めの効果があるんですね。なるほど。湿らせることで糸にしやすくなるんですね。そうです。そしてできましたら、次この糸の先端を防水車の根元に結びつけていきます。はい。どのような形でもいいんですけれども、このようにですね、輪っかを作っておいて、この輪っかをここに通して、引っかかりがすごいですね。そしてここをギュッと結ぶとですね、はい。結びつけやすいですね。しっかりじゃほどけない程度にということですね。はい。では実際に紡いでいきましょうね。はい。まず、右利きの人は右手でこれを持ちます。防水車だいたいこの3本の指で持つと後が回しやすいですね。そして左手ではこのふわふわを持ち上げるんですが、こうよりもこのふわふわの根元を持って伸ばしたところのこの付け根ですね、ここを持ってこの端に沿わせるように持っていきます。この時重要なのがこの端の長さよりも、高いところを持つところが肝心ですね。そして回しますよ。はい。1、2、3回して、手を止めるという方がコマが止まりにくくていいです。なるほど。ちょっとドキドキしますね。ドキドキしますね。はい、やってみましょう。はい。せーの、1、2、3。はい。1、2、3。はい。これでどんどんよりがかかってきているのがわかりますか？本当ですね。これを繰り返していきますよ。はい。1、2、3。はい。1、2、3。はい。はい。太さはお好みなんですけれども、この太い細いがあるのもこの紬の、味ですので、お好みのところで留めていただいて、あとはこの付け根にこう巻きつけていきますね。はい。でその時糸が戻りやすいようであれば、この時に水分を含ませていけば糸が戻りにくくなります。なるほど。はい、このように巻きつけていきますよ。はい。ここまでいきましたらまたギュギュギュッと伸ばします。ちょっと力がいりそうですね。硬いでございます。さあこれぐらいまた伸ばしましたら、はい、同じように1、2、3。1、2、3で回していきますよ。もうどんどん糸が巻きつけられていきますね。このようにねじれがかかってきているのがわかるかと思いますが、これがよりですね。糸もツヤツヤしてますね。していますね。そしてまた巻きつけます。はい、これを繰り返している間にですね、綿がちぎれてしまうことがありますけれども、それは大変ですね。はい、慌てずにその時はお互いの先端をほぐして、またこの綿が混ざるように手で揉みつつですね、混ぜ合わせてから同じように伸ばしてよりをかけていくとまた元に戻りますので、慌てずつなぎ合わせていってくださいね。ちぎれても復活できるんですね。はい、そうです。はい。そしてこちらが、眉5つ分を糸にした分です。はい。ゆずこさん、これはどのぐらい時間がかかりましたか？人にもよりますけれども、眉5つ分だと40分ぐらいでしょうかね。あっという間ですね。あっという間ですね。お家で9泊。はい、では今日は真綿から糸を紡ぐということをやってみましたけれども、どうでしたか？いや、こんなふわふわの綿がちゃんと糸になるなんてびっくりです。本当ですね。はい。このせっかく作った紡ぎ糸、いろいろ活用されたい方おられると思いますが、今回はその例としてしおりを作ってみました。これは何という折り方ですか？これは平織りという織り方なんですね。こちらにも図がありますが、縦糸と横糸がすべて交差していく織物の基本中の基本、一番シンプルな織り方です。はい。このやり方はですね、以前お家で9泊でも紹介しているので、そちらの動画をご参照ください。はい。はい。それでは今日お家で9泊第16回目
いかがでしたでしょうか。でしたか。今回は、九博の染色の学芸員ゆずこさんをお招きしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。またね。それでは本日の材料のおさらいです。蚕の繭5つ、お鍋1つ、ボウル1つ、重曹大さじ1、割り箸1膳、丸箸1本、オーブン粘土で作った防水車1つ。それでは次回もお楽しみに。